では次に、実際にどんな風におっぱいをあげるのか、お話していきたいと思います。まず、赤ちゃんにおっぱいをあげる時の姿勢ですが、横抱きといって、赤ちゃんを腕で抱っこしてあげる方法や、脇抱きという赤ちゃんを脇に抱えてあげる方法、添い乳という赤ちゃんと一緒に寝ながらあげる方法など、いろんな方法があります。入院中にお母さんのやりやすさや赤ちゃんの飲んでいる様子などを見ながら、いろんな方法を試し、自分に合った楽な姿勢を探していきましょう。赤ちゃんの抱っこに慣れてくるとより授乳が楽になります。赤ちゃんが生まれたらまずはたくさん抱っこしましょう。バスタオルで抱っこの練習をする方法もありますよ。バスタオルや膝掛けをくるくる丸めて、50センチメートルくらいの長さのロール巻きにします。上下3分の1のところをそれぞれゴムで留めます。上3分の1の隙間に携帯を挟み、携帯を挟んだ方を頭として練習してみることができます。携帯を落とさないように抱っこしたり、下ろしたりしてみましょう。抱っこはしているうちに慣れてきます。同じパパですが、左が1人目、右が2人目です。1人目の時は初々しいですね。おっぱいをあげている時はこんな姿勢です。授乳は30分くらいはかかるので、まずは楽に過ごせる姿勢で授乳を始めることが大切です。特に最初のうちは、赤ちゃんを抱っこするだけでドキドキだと思います。スタッフがお手伝いしますので、少しずつ慣れていきましょうね。適切な授乳姿勢には大事なポイントがありますので、少し見ていきたいと思います。授乳姿勢のポイントは5つあります。どんな抱き方をしていても同じです。1つ目は、赤ちゃんの体は一直線になっていて、ねじれてない。首だけがお母さんの方を向いている姿勢になりやすいので、赤ちゃんの耳、肩、腰が同じまっすぐのラインに来るように抱っこします。2つ目は、お母さんと赤ちゃんのお腹がぴったりくっついている。赤ちゃんが自分の体から離れないように抱っこします。3つ目は、赤ちゃんの喉、首が伸びている。大人がコップの水を飲むときと同じように、少し上を向き、お母さんの方を見上げている姿勢になります。4つ目は、赤ちゃんの左右のほっぺが左右対称にお母さんの胸にくっついている。片方のほっぺだけ離れないようにします。5つ目は、お母さんの乳首、手首、体のどこも痛くない。人それぞれ身体の骨格や手の使いやすさなどは違うので入院中に一緒に探していきましょう。ちょっと母乳育児を頑張ってみようかと思った人もいるのではないかなと思います。母乳育児を応援してくれるポイントが4つあります。このポイントについてお話ししていきたいと思います。お産後すぐにお母さんと赤ちゃんが肌と肌を触れ合わせて過ごすことを早期母児接触といい、一般的にはカンガルーケアと呼ばれています。お母さんの肌に触れて過ごすことは、赤ちゃんがお腹の外の生活に適応するのを助けてくれることがわかっています。カンガルーケア中に赤ちゃんは徐々に落ち着いてきて、自然におっぱいを探して吸うことも多くあります。この時におっぱいをあげると授乳が長続きしやすく、上手に吸えるようになりやすいと言われています。赤ちゃんによっては、呼吸が落ち着くまでに少し時間が必要な場合もありますので、焦らず赤ちゃんを見守ってあげましょう。生まれてすぐから母児同室をすると、赤ちゃんと一緒に過ごす時間が長くなり、その赤ちゃん独自のおっぱいを欲しがる早期のサインに早く気づくようになります。そして、そのサインに合わせて、ちょうど良いタイミングで授乳できるようになるため、お母さんと赤ちゃんのリズムも合いやすく、スムーズに授乳ができるようになります。また抱っこやおむつ替えなどの赤ちゃんのお世話にも早くなれ、自信もついてくるので安心して退院できるようになります。生まれたばかりの赤ちゃんの胃は大きくありません。消化機能もまだ未熟です。そしておっぱいの飲み方や息継ぎもうまくありません。多くの面から赤ちゃんは一度にたくさんの量を飲むことよりも少量を何度も飲む頻回授乳が生理的に合っています。赤ちゃんはお腹が満たされるまで吸い、お腹が満たされたら吸わなくなり、
自分で飲む量を調節しています。生まれてすぐから赤ちゃんがおっぱいを欲しがるタイミングに合わせ、授乳をすることでおっぱいは頻回に刺激を受け、なるべく多くの母乳を作れるように変化していきます。赤ちゃんに吸われなければ母乳は作りません。逆に赤ちゃんがたくさん吸えば母乳もたくさん作ります。このようにしておっぱいは赤ちゃんに合わせて母乳を作る量を調節し、必要な量をちょうどよく作れるように成長していくのです。仕事や家事とは違い、赤ちゃんのお世話はお休みがなく後回しにすることはできません。どの授乳方法であっても家族のサポートは大切です。授乳の具体的なサポート方法をいくつか紹介します。どの授乳方法でも、授乳中は片手で赤ちゃんを抱っこするので腕が疲れてきます。タオルやクッションなどを赤ちゃんを抱っこしている腕の下に入れてあげると、授乳が楽になります。また、授乳をしていると喉が渇いたり、小腹が空きます。ご飯を食べてる時に授乳になることもあります。授乳しながらでも飲んだり食べたりできるように工夫できると良いでしょう。夜間の授乳や赤ちゃんのお世話が続くと疲れもたまります。授乳の後に休息が取れるよう、授乳以外のことを手伝ってもらうのもとても助かります。他にもいろいろあると思います。サポートはいくらあっても困りません。赤ちゃんが生まれる前に産後のサポートについて話し合っておくと安心です。当院では基本的にはお母さんと赤ちゃん、家族にとって様々なメリットがある母乳育児を推進しています。その支援としてカンガルーケア、生後すぐからの母児同室、頻回授乳を行っています。入院中は授乳方法に関わらず、産後の生活がより楽に、より楽しく過ごせることを大切なこととして考え支援しています。何がその人にとって幸せか、楽かというのは違い、希望もそれぞれだと思います。産後早くから仕事復帰する人、産後サポートが少なく一人で小さな子供を何人か見ないといけない人、など状況も様々だと思います。個々の希望や状況に合わせて、ご自身で合う方法を見つけられるよう支援しています。退院後は1週間検診を行っています。実際にお家で家族と生活してみて、授乳や育児で困ったことはないか、辛くなっていることはないかなどお話しさせていただいています。必要があれば小児科の医師や保健センターに相談できるようサポートしています。また、当院では産後ケア入院という支援も行っています。退院後に利用できるサービスです。お住まいの自治体によって助成内容は異なります。各自治体のホームページをご覧ください。産後ケア入院についての詳しいサービス内容はスタッフにお問い合わせください。授乳や赤ちゃんのお世話はお母さんと赤ちゃんが一緒にやっていくことです。個人差が大きく、自分なりの方法を見つけて慣れていくまでに時間がかかることもあります。入院中は自信がつくまで何度でも呼んでください。私たちと一緒にやっていきましょう。